こんにちは。柴崎です。お元気でしたかねえ。はい。今回のテーマはね、こちらですよ。はい、どうぞ。マッチ絵の具です。実はね、以前ね、この絵の具を使って、柴崎は絵を描いたことあるんですよね。でも、ことによると、あなたはね、これを見るの初めてかもわかんないので、簡単に触れておきますね。このマッチ絵の具さん、もちろん透明水彩絵の具です。ねえ。もうとてもね、特徴があって、まず一番はね、この色のね、この顔料の粒子をね、細かく作ってあるらしいんですね。さあ、それがどんな絵になっているか。では、ね、楽しんでみてください。また描き終わったらね、あなたとお会いしたいと思います。さあ、やってみましょうね。マッチ絵の具ですよ。ね。ベーシックカラー12色ですね。はい、基本色となっています。で、今ね、マッチ専用のパレットに絵の具を出しました。綺麗ですね。ねえ、ベーシックカラー12色。ホワイトも出してもありますよ。あれ？パレットが新しいから水弾くね。まあでもこれはよくあることだからね、使い込んでるうちにこういうことなくなります。ではまずイエローから塗ってみようかな。今日はね、マッチ絵の具さんのね、やっぱりこの、これが得意なんだよっていうところね、発色がいいっていうね、重ねても綺麗とかね、そういうところを主にね、こう検証しながら行ってみたいと思います。さて、じゃあ、ウルトラマリンですね。おお、ねえ、確かにウルトラマリンも綺麗に色出るね。それにマゼンダを混ぜてと。どうだ？もうね、少し紫。多くマゼンダ混ぜるとこの回紫になるんだね。だから一つ一つの色がこうしっかりできているから、やっぱり12色でもう十分かもわかんないんだね。うん。じゃあこんな感じで、今日はブルーの建物ですね。海の近くの風景ですよ。では、混色してね、イエローとマゼンダを薄く溶いて塗ってます。でその上に先ほど作った、ちょっと紫がかったブルーをね、重ねてます。ねえ。手前の方もこんな暖色ですね。絵の具がよく伸びますね。ウェットウェットに黒がないね、これね。一人でさーって絵の具がほら、綺麗にこう、一人で伸びていくのね、絵の具が。これやっぱり、マチさんがこう言ってるように、絵の具の粒子がこう細かいせいかな。なんかきれいにこうグラデーションできるね。だから逆にこういう木なんかを描くときね、少し紙が乾き気味にして塗らないとタッチが残りにくいかもわかんないね。うん。でもこう重ねるときはもうすごくいいんだよね。どんどん滲んでいくから。ね、今黒なんかも使ってますよ。黒もいいですね。鮮やかな色の脇にこういう無彩色の黒なんかもね、とっても絵がおしゃれになります。さあ、これもね、ちょっとさりげなく人物を描いてるんですけど、どうでしょうかね。さあ、色を重ねてましたよ。ねえ、ちゃんと発色してますね。なんかこう、なんていうのかな、無理がないっていうか、もう自然にこう絵の具がこう色を出して、また自然に絵の具が広がっていくっていうのが、
なんか使っていてとっても心地いいですね。うん。ほら、こうやって重ねてもね、下の色がちゃんときれいに透けて重ね塗りになるね。これはやっぱりね、顔料の粒子を細かくしてますって。だから重ね塗りも綺麗ですよってね、マッチさん言ってるけど、確かにそうかな。そんな感じがする。ほらほらね。色濁らないもんね。普通もこの回重ねちゃうとね、だいぶグレーっぽくなっちゃうんだけども、それぞれの固有色がちゃんと見えながら色がこう複雑に変化していくっていうね、そういう、今まであまり僕もね、経験ないような不思議な体験ですね。さあ、これも重ねてます。またね。色があまりグレーにならないから安心して重ねられるね。この辺ドライブラシですよ。さあ、少しずつね、こう、書き込んで、ここはちょっと街灯にしようかな。そしてこんな感じで、船のマストを描きます。こうだね。で、夕暮れの長い影を加えて、純色のね、前途あたりでこう描いてもいいですね。白不透明を使って細部を描き起こす。あれ。やっぱり絵の具こう染み込むね。これはマッチさん専用のパレットなんだけど、やっぱりあれね、顔料の粒子が細かいからこう染み込むんだね。ここも染み込んでる。これはしょうがないね。さあ、ではホワイトを取り出して、マッチさんおすすめのやり方ですね。ホワイトに他の色具を混ぜて、少し不透明っぽくしたんですよ。で、重ねてみますね。どうかな？いいじゃないですか。ねえ。不透明っぽくしたのに、とっても色鮮やかで、ちょっと落ち着いた色で鮮やかですね。不思議だな、これ。黒ですね。さあ、またこれで、キュッと細かいとこね、ちょっと描いて。こうかな。さあ、港町の雰囲気、見えてきたでしょうか。ねえ。はい、出来上がりです。はい、書き上がりました。ねえ。マッチ絵の具で描いた、港町の風景ですね。色を重ねたんですけど、やっぱり、マッチ絵の具さんの特徴、よく出ましたね。もう本当に透明水彩絵の具で何が難しいかっていうと、混色なんですよね。たくさん色混ぜたいし、重ねたいんですけども、あるいは、ああかなこうかなって考えてるうちに一人で絵の具がたくさん重なっちゃったりもするんですよね。そうすると絵がどんどんグレーっぽくなっちゃうんだけど、マッチ絵の具さんはね、それが結構防げるんですね。驚きました。ね。もし機会があったら、あなたもぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回、違う画材、違うテーマでね、あなたとお会いしたいと思います。それまで、どうぞね、お元気で。はい。またね、どうもありがとう。